はい、人の幸せを喜べない33歳男性独身一人暮らしの方ですね。友達の結婚とか妊娠したとか、他人の幸せを聞いても素直にそれを喜べない自分がいると。あるいは表面上でちょっと「おおよかったね」って言ってみるけど全然関心がない、無関心で、なんか自分は冷たい人なのかなっていうことを思ってしまう。であと逆にそういうの「うわーよかったね」って言ってる人を見るとなんか本当に他の人の幸せをみんな喜んでるのかなって嘘くさく思えちゃうとか。でももしそれが嘘じゃないとしたらその冷たい無関心のままの自分じゃなくて、やっぱり人の幸せを喜べるような、素直に喜べるような人になりたいけど実際はそうじゃないっていうお悩みですよね。葛藤としては、今の話の通り誰かのいい知らせ、幸せな知らせを聞いても一瞬嬉しいような気持ちになるけどその後でも俺には関係ないなみたいな感覚になってしまうっていう。で、あとね33歳っていうと中には会社で入ってバリバリ働いてるという人もあれば自分で起業して会社を作ったとかそういう人の話も聞くと。でそうするとねああよかったねって言いながらすごい自分が惨めな気持ちになっちゃうっていうね。それは全然喜べないっていう惨めな気持ちになっちゃう。だから顔でよかったねって言って実際そうじゃないっていうようなことがでもやっぱり悩みとして挙げてくるくらいだから結構そういった自分が嫌だなって思い始めてるんだと思うんですよね。でこの人の問題なんですけど、何も問題はないと思います。むしろ正常だと思いますよね。で多分これはこの方が素直なのでそういうことをはっきり言葉にして他の人の幸せを喜べないって言ってますけど逆に世の中の9割の人は他の人の幸せを喜んでるふりをしてるっていうことを認めたくないので、自分が他の人を冷たい人っていうふうに見られたくないので喜んでるふりをしてますよね。でもその自分が他の人の幸せを喜んでるふりをしてるっていうことを自分自身もはっきり考えたことがないし認めてたくないのでそこに気がついてないだけです。でも彼は気づいてるっていうことです。そういう冷たい自分がいるってことに気づいてるってことです。で、私たちは誰か他人の喜びが自分の喜びのように感じられたらそれはもう悟りの世界なんですよ。すごいことなんです。その方がむしろ異常です。普通じゃないですよね。私たちは基本的にみんな自分のことしか考えてないので自分の幸せはいいけど他人の幸せは許せないという人が9割だと思います。9割9分9厘かもしれないです。で本当に他の人の喜びが自分の喜びのように感じられるっていう人になりたいとは思ってるかもしれないけど実際はそうでないというのがほとんどの今のそれが現状だっていうことを理解してほしいんです。ですから彼は極めて正常、別に冷たくもないしそれが普通です。で人の気持ちが分かるっていうことは覚悟がいるんですよ。よくね人の幸せを喜べる人になりたいってあるじゃないですか。なのでみんな喜んでるふりをしますけど人の幸せが本当に自分の幸せのように喜びとしてもうバンバン感じられるっていう人は人の痛みも自分の痛みとして感じるんですよ、ひしひしと。でお釈迦さんの悟りの世界っていうのは私も自分がお釈迦さんみたいな悟りを開いたわけじゃないんですけどそれは理屈ではないんです。道徳でもないんです。
悟りっていうのは体感なので、お釈迦さんはどういう体感を、悟りを開いた人っていうのはどういう体感をなさってたのかっていうことを想像してみるに、こういう世界なんです。恐ろしいですよ。例えば、ここ日本なので、ほぼ裏側にあるような南米のチリかどっかで、何も悪いことをしてない女の子が強盗に襲われてブスッと刺された、めった切りにされた。それが自分のことのように感じられるってどうです？痛いですよ。ぐさぐさ、うわっって。テレビの中でニュースがある、テレビドラマでピシッ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 こう叩かれたり切られたりしてるのがいちいち痛いんです。うっって、ああバーンって誰かテレビの中で殴られた、ああ見ながらこう来るんです。わかります？これが他の人の痛みが自分の痛みになるっていうことです。体持ちませんよね。いちいちそれ、世の中で起きていること全てのことが自分の痛みになったら耐えられませんよね。なので私たちの意識というのは、他人の痛みというものをむしろ無視する。それいちいち見てたらもういくら体あっても足らないじゃないですか。ね、その身の回りで苦しんでる人の苦しみが全部自分の苦しみになったらこんな苦しいことないですよ。そうでしょ。それこそ本当に腰痛のお母さんの腰の痛みも、お母さん腰痛いって言ったら自分は僕も痛いんだよって、お母さん痛いでしょってね、そうこうしてるうちにおばあちゃん帰ってきて、おばあちゃん病院行ってこの膝が痛いのよとか言ってたら、あそう僕も膝痛くなったっていう状態です。でそうこうしてるうちに隣のおじさんが借金で苦しいって言ったら、もうどうしようお金ないとかあそこに返済しなきゃ、全ての人の悩みを自分の悩みとして苦しめちゃうけど、こんな辛い世界ないですよね。だから自分が人の痛みの分かる人になるっていうのはそれだけの覚悟がないとなれないってことですよ。で感情っていうのは一個じゃないので、痛みが人の痛みが自分の痛みとして感じられるようになった段階で、人の喜びっていうのは 100% 自分の喜びになるわけです。わかります？だから誰かが会社経営してたら自分が会社作ったような感じになるわけですよね。うわーってすごいぞと、ね、今期の売り上げはすごい嬉しくてしょうがないですよね。それはそれで幸せじゃないですか、ね、で誰かが結婚したって自分も結婚したようにハッピーなんですよ。うわ奥さん綺麗でよかった、お前が結婚したんじゃねえよって話です。なんでお前そんなに喜ぶんだよって話ですね。だけどすごい世界ですよね。でやっぱりそうはなれないけど、そういう世界に近づくことができたら、辛い人の辛さが分かるから、自分もそういった人の痛みが分かるから誰かを傷つけるようなことはしないでしょうね。自分が誰かを傷つけたらその人の痛みが自分の痛みになって帰ってくるわけですから。ね、こっちくしょバーン痛えな、俺痛えパンチ出したなっていうことですから。ね、だからそういう意味ではやっぱり全ての人が人の痛みが分かる、人の幸せが分かるっていうふうになったら本当すごいですけど、残念ながら私たち凡人はそんなことしてたら疲れちゃうので、そうではなくてその真逆、自分が自分の喜びだけ、自分の痛みだけが特別というふうにして感じるようになってるんです。だから先ほど言ったように、彼が誰か友達が結婚した、いいことあったっていうのが自分の喜びとして感じられないと、むしろなんかああよかったねって言ってる自分が嘘みたいだっていうのは極めて正常な感覚なんです。でそこを認められてるっていうことはすごいですよね。でただ、一点この、お悩みの中で上がってきていることで、問題として挙げるのであれば、友達が会社を作ったっていうことを聞いた段階ですごい自分が惨めになったっていうのはちょっと気になりました。なぜかというと、それは自分の
自分のスタンスで自分の軸で生きてないってことですよね。他の人がこうしたっていう幸せに自分が一回一回脅かされてるってことなんですよ。他の人が幸せになったイコール喜べないっていうより、喜べないんだったらいいんですよ、さっき言ったように。でもそうじゃなくて、それが嫉妬とかなんかこう妬みになって自分に感じられてるとしたら、それは問題なんです。畜生あんなやつ、あいつばっかり読むしやがってっていう。まあでも多分多くの人はそうです。そこまでの表現しないけど、どっかで悔しいなとかね。多分女の子でもそうだと思いますよ。彼氏と結婚したってどういう人っていうのは、そのどういう人見せてって言ってるのは、私の彼氏よりかっこよかったら許さないわよ。どういう人何してんのって、私の彼より稼いでたら許さないわよっていう感覚あるわけですよね、みんな。言葉にしてはないけど、みんなそういったいやらしい気持ちっていうのはありますよね。さて、処方箋です。先ほどの話ですけど、基本的に私たち凡人はみんな自分のことしか関心がない。他の人に関心があるふりをして、他の人の喜びを喜びとして感じているふりをして、他の人の苦しいことを苦しいと感じているふりをしているだけです。まずここをちゃんと認めるっていうことです。それがいいとか悪いとかっていう話ではなくて、そうなんだっていうことを認めるっていうことですね。で、そこを感じられる、他の幸せ、人の幸せ、人の痛みというものを感じられるようになりたいというのであれば、幸せを自分も同じように感じるということが唯一の方法なんです。わかります？他の人が幸せっていうのを自分の幸せと感じられようとしたら、その人と同じような幸せを体験してない限り自分の感覚で感じられないじゃないですか。でも難しいのは、幸せってなかなか体験できない気しません？幸せってね、幸せを体験しろって言われて、幸せを体験するって結構ね、普通の人って難しいんですよ。わかりますか？幸せ体験してきてくださいって、例えばクラスでね、授業でこれから幸せの体験、幸せを感じる練習します。皆さん1時間あげるから街に出て幸せを体験してきてください。なんか体験できますか？っていうぐらい、実は私たちは幸せっていうものをどこに行ったらどうしたら体験できるかっていうことを知らないんです。そんなことないです。いつでも幸せ体験しに行くことできるって人いますか？わかりました。じゃあ幸せ3つぐらい体験してきますとか言って、幸せとか一応言ってるだけで、もっと言うと幸せって何ですかっていうこと。もし聞かれた時に、わかりました、私幸せなの2時間ぐらい語れますよっていう人どんだけいますかっていうことです。実は私たちは幸せっていうことを言葉に聞いて、人の幸せとか自分の幸せだけど、自分の幸せって何って言われた時に、自分の幸せっていうものは何かってこともないっていうことに気づくんです。当然知らないものを共感しようって無理ですよね。体験したことないものを共感しようって無理ですよね。なので、もし幸せを体験したいのであれば、私は痛みと苦しみをとことん体験しなさいっていつもアドバイスをします。痛み経験ありません？もしですよ、腹痛を感じたければ、皆さんアイデアありますよね。牛乳1リットルぐらい飲むとか、ちょっとカビの生えたまんじゅう食べてみるとか、なんか結構下痢になるの簡単じゃないです？すっごい痛いですよね、痛み。うわー痛いって。私たちは日常生活の中で痛みって結構経験してるんですよ。苦しみって経験してるんです。みんな痛み持ってますよね。だから実は幸せっていうものを体験している人っていうのは実は少ない。体験してるかもしれないけども、それを幸せって感じてる人は少ないんだけど、痛みとか苦しみならいっぱい見つかりませんか？多分それを挙げてくださいって言われたら5個ぐらいちょっと今まで痛かった経験を挙げてください。もうあんな痛い思いしたくないっていうぐらいの経験はありませんか？で多分いくつか上がると思います。3つとか4つでも。それは経験してるんです。でもこの痛いっていう経験
っていうものを、痛いっていうことをしっかりと感じて、それをしっかりと自分の中に刻み込んだ人、今度からテレビで事件聞いた時にね、誰々でどこどこで事故がありましたって、いやー昔骨折してそういえば痛かったな、あの骨折でこんだけ痛いんだから、あんだけ全身骨折って言ったらよっぽど痛いだろうなっていうことは経験できるんです、体験できるんですね。で実はこれが幸せを感じるということの第一歩です。人の幸せを感じるんじゃなくて、人の幸せを自分の幸せのように感じたいと思えば、まず人の痛みを自分の痛みとして感じられるっていうことを鍛えた方が鍛えやすいし分かりやすいということなんです。でもみんな痛みには目をつぶって一生懸命幸せを探そうとしちゃうんです。痛みっていうのは避けることができないし、みんな経験するので、痛みっていうのをこれから来たらね、ああ痛いな痛って思ったら、誰かが痛いって言ってることをほっとけないはずなんですね。さて、処方箋の1個目、みんな自分のことしか考えてない、自分だけが嫌な思いを避けていい思いをしたいと思ってるね。でも人の幸せ、人の痛みっていうものを自分のことに感じられるような感受性豊かな人間になりたいと思うのであれば、人の痛みが自分の痛みとして感じられるっていうところのアンテナをまず立ててみるっていうのが一つ、ね、提案です。で2個目、処方箋なんです。幸せの定義というものを知っていただきたいと思います。人の幸せというものを自分の幸せに感じられるのであれば、幸せ何か、幸せっていうのは一言で言うと、自分の今の生き方についての納得なんです。あ、私は今の自分の仕事に納得してる。私は今自分の家族との関係に納得してる。私は今自分の行っている仕事のパフォーマンスに納得をしている。 100% 納得ができたら自分初の幸せなんです。他の人が稼いでるとか他の人が頑張ってるとか関係なくて、自分なりの 100% の納得度はイコール自分の 100% の幸せなんです。隣の家に住んでる人が年収1億円の社長であって、自分は年収300万円のサラリーマンでも、自分が納得をする仕事をしてて納得をする働き方をしてたら、隣の人が幸せで自分が不幸ってことはないんです。わかります？なので例えば誰かがこういうことで結婚したんだよ、自分ももし結婚をしてて、自分もし結婚をしてて、自分がもし結婚してなくてね、誰か結婚したんだって、おおそうよかったねって、よかったねって本当に本心から言える人は、自分が 100% 自分の結婚に納得してるからよかったねって言えるわけです。これが自分が満足している結婚をしてなかったら、よかったねって言いながらうちの家庭と比較するわけですよ。わかりますか？これがみんなの不幸の原因です。幸せになれない原因なんです。で他の人の一見よく見える幸せというのを見ながら、自分と比較してあっちの方は幸せだ、私は幸せじゃないっていうことをどっかで感じてしまっているので、誰かが幸せっていう話を聞くと、よかったねって言いながら畜生って思うわけで、それが私たちの心の仕組みなんです。別になんか奥さんの顔がなんか奥さんが8頭身じゃなくてもいいじゃないですか。自分が納得してたら、自分が納得する夫婦関係を作ってたら、自分が納得する子育て、子供との関係を作って、自分が納得する仕事をして、自分が納得をする働き方をして、自分が納得をする生き方をしてたら、他の人のよかったっていう話が、そうよかったね、俺もよかったよって、俺もなんかね納得する生き方してんだよって言って、もう平等に喜べるわけですよ。
でもどこかでこう優劣を作ってしまってるとこれは不幸なんです。だからお金がたくさんあるとか大きい家に住んでるとかなんかこう人から称賛されてるとかなんかアルバムの売り上げが何万枚彼は100万枚なのに私は80万枚しか売れてないとかそういうことじゃないです。納得をする作品を出せてるってことが幸せですよね。なのでどんなにお金持ちでも自分は幸せでないって言ってる人はお金はたくさん入ってるけど自分は納得してないっていうことなんですね。とにかく幸せっていうものの定義を知っていただきたいんです。自分の納得。じゃあ幸せを追い求めるっていうのはどういうことかって言ったら分かりますよね。自分が納得する言葉をしゃべり自分が納得する行いをして自分が納得する生き方をするってことなんです。誰でも幸せになれるって分かりますかということなんです。で自分が幸せっていうものの片鱗をつかんだら他の人の幸せっていうのを手放しで喜べるようになるってことです。金額の差でもなし生まれ育ちの差でもなし、ね、自分の納得度合いの問題なんです。でここをビシッと定めてください。きっと人の幸せというのは分かるようになります、ね、ぜひ幸せの分かるそして人の痛みの分かるっていう人に私もなりたいと思うし皆さんもそういう生き方を求めて、精進していけたらいいなと思います。